皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回は日本の恋愛リアリティショーについてお話ししていこうと思います。恋愛リアリティショーについて話すというよりかはおすすめの、恋愛リアリティショーがあるので、それをね話していこうと思います。最近ですね、ボーイフレンドという番組ですかね。番組って言ったらいいのか、ショーって言ったらいいのか、番組ですね。ボーイフレンドという番組がネットフリックスで公開されて、それをちょっと見てみたんですよね。で、これは今シーズン2なんですけど、それを見てリアリティショー、恋愛のリアリティショーって日本語を勉強するのにめっちゃいいやんって思いました。だから今回はね、それについて話そうって思ったんですけど、日本のテレビって昔は本当にクレイジーなことをしていたり、面白いものがたくさんあるんですけど、バラエティすぎると実際使うような言葉ではないものが多かったり、スラングが多すぎたり、内容がすごく偏ってたりするので、日本語を学ぶのにバラエティ番組を見るのはめちゃめちゃいいんですけど、全員におすすめできるものではないなっていう気がしています。なんですけど、恋愛リアリティショーはね、私は好きでよく見るので、おすすめしたいなと思いました。恋愛リアリティショーは実際使える日本語がたくさんあって、もちろんリアルな会話だからすごくナチュラルで自然で、皆さんもね普段生活しながら使える日本語のフレーズとか話し方っていうのを学べるので、すごくいいなと思いました。なので今回はもうちょっと詳しくね、なぜおすすめか、なぜ日本語を勉強するのに恋愛リアリティショーがおすすめなのかっていうことと、あとは実際のショーですね、恋愛リアリティ番組をいくつかおすすめしようと思います。ほとんど見たことあるんですけど、見たことないものも含まれるので、気になる方はぜひそういうのを見てみてっていう作品もね話していこうと思います。で、恋愛リアリティショーなんて全く興味ないよ、そういうの一切見ないよ、他の作品おすすめしてほしいっていう方はね、ちょっと申し訳ないんですけど、今回は、このエピソードをスキップするか、または日本語のリスニング練習だと思って聞いてもらえると嬉しいです。あとはだいぶ前なんですけど、日本のおすすめドラマっていうので、いくつかドラマを紹介したエピソードがあるので、それも気になる方はぜひ聞いてみてほしいのと、あとはですね、おすすめのドラマ、リアリティショーではなくておすすめのドラマの第2弾もいつかね、エピソードを撮ろうと思うので、それまで楽しみにしておいてもらえたらなと思います。では、今回は恋愛リアリティショーについてお話ししていきます。まずですね、皆さんは恋愛リアリティショー見たことはありますか？見たことがあるなら、どんなショーを見たことがね、ありますか？日本の番組でなくても、海外でもアメリカとか、韓国とか私はよく見るんですけど、いろんな国でいろんな恋愛リアリティショーがありますよね。で、私は基本的にはネットフリックスで見るんですけど、そこにあるものだと Love is Blind とか、それだと本当にいろんな国でやってるのでね、自分の国の、シーズンがあれば、それを見たっていう人もいるかもしれないです。あと、私は韓国の、リアリティショーをよく見るんですけど、脱出お一人島っていう、無人島に行って、そこに男女が5人ずつぐらいいて恋愛するみたいなやつとか、あと去年あった彼氏彼女いない歴年齢卒業しますっていう作品。これめっちゃ面白くてめっちゃ好きでした。そんな感じで恋愛リアリティショーって私も見てて思うんですけど、言語を学ぶのにすごくいいなと思ったのでね、皆さんも恋愛リアリティショーが好き、そして日本語を学んでるってなったら日本の作品をぜひ見てみてほしいです。で、なぜおすすめするかですね。一つはさっきも言ったリアルな会話だからです。
ドラマや映画は全てセリフがあって、俳優さんたちがそのキャラクターを演じているわけなので、実際友達と話す時に使うと、なんかちょっと違和感があったり、なんかキャラを作りすぎている感があるように聞こえる時もあります。それはね、ドラマとか映画とかアニメとかはその良さがあって、その作品の中だとそれで成立していて、それがとてもいいんですけど、実際の会話だとね、なんかちょっと誇張しすぎじゃないっていう、強調しすぎっていう時もあります。なんですけど、リアリティショーだともうリアルなので、もちろんスクリプトで書かれていることもあるかもしれないですけど、基本的にはそのリアルで、そこに出ている方たちの自分の言葉じゃないですか。自分が思って話していることなので、すごく全部自然な日本語だし、自然な会話だから、勉強したい方にとってもおすすめです。で、バラエティ番組だともういろんな会話が飛び交っていたり、そのスラングとかもめちゃめちゃあるし、独特な言い回しもあるし、すごく上級者向けだなって思います。日本語上級者は楽しめると思うけど、そうでないと、日本語を勉強するとか、日本語を理解する点においては、ちょっと難しすぎるっていうことがあるかと思うんですけど、恋愛リアリティショーはそんなね、いろんなものが同時に起きているわけではないので、2人以上、3人、4人、5人とかが一気にこうブワーって話しているわけではないので、すごくリスニング練習もしやすいので、日本語まだ初級だよっていう方にもすごくおすすめです。で、日本の作品がおすすめな理由は、もちろん作品にもよるんですけど、長期間撮影しています。長い間撮影しています。なので、こう他のよくあるものだと1週間とか、2週間ぐらい作品を撮影して、で、それを短くまとめたショーっていうのがたくさんあると思うんですけど、私が最近見出したボーイフレンドっていうシリーズは2ヶ月間も一緒に生活しています。なので、こう本当にただただ恋愛をするためだけのショー、そこにフォーカスしたショーっていうよりかは、もちろん恋愛が一番優先で、恋愛中心なんだけど、そこには友情もあったり、いろんな人間関係が描かれていて、で、暮らしているので、その暮らしの様子も描かれていたり、一緒に料理したり、出かけたり、そういう日本での生活も学べるので、とってもおすすめです。生活というと、言い過ぎかもしれないですけど、ドラマと本当の日本人の生活の間にあるのが、このリアリティショーだなって思います。なので、もっと日常寄りなので、すごくおすすめです。あとね、Netflix にあるものは、字幕もね、結構いろんな言語であるので、初心者、言語を学ぶ初心者にもおすすめだし、もちろん中級、上級の方にもね、全員におすすめできます。で、恋愛リアリティショーを見てみてはどうですかっていう提案なんですけど、次は実際におすすめしたい、番組ですね。それらを紹介していこうと思います。で、まず最初におすすめしたいのが、ボーイフレンドというシリーズです。これはシーズン1とシーズン2があって、私がおすすめしたいのはシーズン2です。で、ボーイフレンドっていうこの、番組を説明すると、男性として生まれて、恋愛対象が男性の方。男性同士の恋愛リアリティショーです。で、これを一番最初にお勧めしたい理由は、まずは私が今見ているからですね。私が実際今見た感想をこうやってすぐ話せるので、まず最初にお勧めしたいなってものです。シーズン2がなんと2ヶ月も一緒に生活したみたいです。なので、その恋愛フォーカスっていうよりも、もっといろんなシーンが描かれてるのかなと思います。で、これはただ2ヶ月恋愛をしていこう、恋愛楽しもうっていうだけじゃなくて、コーヒースタンドで自分たちでコーヒーをね、売ります。コーヒーとかクッキーを売ります。売らないといけないんですね。なので、よくある恋愛リアリティショーの、なんか同じ場所に男女が集まって、で、ゲームとかして勝った人がデートに行けてとか、そういうのじゃなくて、
もうほんとに実際に生活している感じです。コーヒースタンドっていうのは、こうキャンピングカーみたいな小さい車で、テントみたいな感じ。で、そこでコーヒーを売ります。ちっちゃいカフェ、移動式のカフェみたいな感じです。それを自分たちで運営しないといけないっていう、もう普通に仕事をしないといけないんですね。で、そういうリアルさもあるし、同じ家に住みながら、目的は恋愛の人がほとんどだと思うので、もし気になる人、好きな人がいたらどう気持ちを伝えるかみたいなのがね、こうすごくリアルに描かれています。なので、恋愛だけじゃなくて、仕事を一緒にしてコーヒーを売るっていう、そういう経験、仕事を通して見えてくる一面とか、こう同じ家に住んでるので、その生活していく中で見えてくる人間性とか、そんなね、全部のシーンが映されているわけではないですけど、恋愛の日本語も学べるし、あとは、友情としての、友達として接していく感じの会話とかも学べるし、そこに出てくる人たちは全員が初対面、初めて会ったっていうわけではないんですね。なんか、昔会ったことあるよみたいな方もシーズン2はたくさんいて、そこで出てくる、うわ、気まずみたいな、その気まずさとかもあったり、いろんな感情が映し出されているのがボーイフレンドっていうショーです。なので、おすすめですね。まずこれが一つ目のおすすめポイントです。いろんなシーンで使える日本語が学べます。で、二つ目、ボーイフレンドというショーをおすすめしたい理由なんですが、それは撮影場所、ロケ地です。ロケ地っていうのは、このショーがどこで撮影されていたか、どこに住んでいたかってことなんですけど、それがですね、北海道のすごく田舎で、しかも冬に撮影されています。北海道っていうのは日本の北にある大きい島なんですけど、すっごく田舎の町で撮影されていて、で、冬なんで、もう雪景色が本当に綺麗です。で、田舎だし、山もたくさんあって、雪もたくさん降っていて、野生のね、動物が、普通に森に住んでる動物がこう映し出されているシーンとかもあって、その自然を見るだけで心が癒される雰囲気があります。なので北海道の雪景色を楽しむためだけにこのショーを見ても後悔しないと思えるぐらい、その映像がめっちゃ綺麗です。で、このショーの中に阿寒湖という名前の湖が何度か出てくるので、多分その辺で撮影されていたのかなと思います。皆さんも阿寒湖ね、気になる方は調べてほしいんですけど、めっちゃ遠いし、めっちゃ田舎です。で、その、日本の雪景色を楽しみながら、日本語も学べて、恋愛リアリティショーも楽しめるっていう、すごいおすすめポイントがいくつも詰まったのがこのショーです。これが、おすすめポイント2つ目ですね。で、おすすめポイント3つ目なんですけど、みんなでこう会話してる部分だけじゃなくて、この番組ではインタビュー形式で一人ずつ、こうスタッフの人に何か質問されて、で、それに答えるみたいなシーンもあるので、こう一人語りのような日本語も学べるし、あとはスタジオでこの映像を見ている人たちもいます。で、その人たちの、いろんな立場の客観的な意見みたいな日本語も学べます。なので、その日本語の自然な会話、一人で話す日本語、で、感想とか意見を言う時の客観的な意見みたいな日本語などなど、いろんな角度から話してる日本語、いろんな角度からの日本語を勉強することができるので、それもめっちゃおすすめです。で、生活の中でね、一緒に料理をしたりとか出かけるシーンもたくさんあって、で、料理のシーンとか多いわけじゃないんですけど、そこで作る料理とかが、日本っぽいものだったり、多分他の国でやっていたらこの料理は作らないだろうなみたいなものもあるので、こう日本の生活、日本の家で作る家庭料理みたいなシーンもあって、すごく日本の日常を感じ取れるかなと思います。で、ご飯を食べる時ですね、みんな床に座って食べていたりします。地面にちっちゃい、なんて言うんですかね、テーブル、椅子に座って、こうご飯を食べるダイニングテーブルじゃなくて、すごい高さの低いテーブルがあって、そこでみんな床に座ってご飯食べている風景。
そういうシーンが多いんですけど、それがめっちゃ日本って私はね、感じました。日本またはアジアかなって思うんですけど、その床に座ってご飯を食べる感じ、床に座りながら生活する感じ、これがめっちゃ日本って思ったので、そういうのも楽しめるなって思います。異文化に触れるっていう意味で、そういう違う目線で見てみるのもいいかなって思います。で、ここで一つちょっと心配というか、ゲイの方たちが出ているショーを見るのはちょっとって思う方もいるかもしれないんですけど、で、その理由は日本語の話し方だと思います。これは日本語以外でもあるかもしれないですけど、女性の話し方、いわゆるなんか可愛い感じの女性の話し方とか、なんか「俺は」みたいななんかすっごい強い男性の話し方みたいな。性別によってやはりちょっと話し方が変わってくる部分が日本語にはあって、こう YouTube の動画とかテレビに出ているゲイの方って、なんかゲイっぽいなっていう話し方をしている時があります。それはあくまでエンタメ、こうショーのためにやってるのであって、実際普段どう話すかとかは、私はわからないんですが、そういう日本語の話し方をしていると、なんか僕が話したい日本語とちょっと違うなって思う部分もあるかもしれないです。そういうのを考えて、あまり見ないでおこうって思う方もいるかもしれないんですけど、ここのショーに出ている人たちの日本語の話し方はめちゃめちゃ自然です。すっごい女性っぽいとか、すっごい男性っぽいとか、どちらかに寄ってる日本語ではなくて、すごい自然、誰が話しても誰が聞いても、自然な日本語だなって思います。人によってね、癖が強い話し方とか、独特な話し方をする人がいるかもしれないし、そういうのは嫌だっていう人もいるかもしれないですけど、このショーは本当にそういう心配は全くいらなくて、このショーから学んだフレーズとか話し方をそのまま使っても何の違和感もないなと私は思うので、あの、そうですね、自然な日本語を学ぶことができます。どんな方が使ってもリスニングの練習してもすごく自然な日本語だと思うので、リスニング練習としてもすごくおすすめです。で、これシーズン2はですね、まだ全てのエピソードが公開されているわけではないので、なんか今後喧嘩をしたり、トラブル起きたり、いろんな話し方が出てきたり、こう話の展開的にあまり面白くなかったっていう可能性もあるかもしれないですけど、私はね、今のところは面白いので、皆さんにもぜひ見てみてほしいなっていうのでお勧めしたいです。では次おすすめのショーなんですけど、それはテラスハウスという恋愛リアリティ番組です。で、テラスハウスは結構古いですね。古いっていうほどでもないですけど、最近の番組ではないです。で、これはね、もうすっごく日本では有名だったし、海外でもね、見たことがある方もいるかもしれないです。で、これはもう完全に一緒に生活をしながら恋愛していくというリアリティショーで、1週間だけとか2週間だけではなくて、何ヶ月もいていいんですね。そこに滞在する期間は人によってバラバラで、自分がもう卒業しよう、この家を出ていこうって決めるまで、ずっと生活しているみたいな番組です。なので、ここは本当にその人々の生活を映し出しているだけなので、何かミッションがあったりとか、一緒に何かをしないといけない、そうしないとデートに行けないとかそういうものではなくて、もう本当にその番組がただ一緒に住む用の家を用意して、そこで「はい、どうぞ恋愛してください、友情を育んでください」みたいな感じの番組です。で、これもね、いろいろスクリプトがあったとか、全然リアルじゃないという部分もあるかもしれないんですけど、日本語を勉強するために見るリアリティショーとしては一番おすすめです。一番人の生活を映し出しているのがテラスハウスっていうショーです。で、私も好きでずっと見ていました。で、テラスハウスは東京で撮影されていたものもあるし、あとはアメリカのハワイで撮影したやつもあるし、軽井沢という自然豊かな街で東京から少し離れた場所で撮影していたやつもあるので、こう皆さんが見たいやつをね、選んでぜひ見てみてほしいです。
あとは湘南という、東京に近い海の町があるんですけど、そこで始まったシリーズなんですけど、それはね、Netflix にあるかはちょっとわからないので、東京、軽井沢、あとハワイのシーズン、これがあるので、これをね、ぜひ見てみてほしいです。で、ここに出てくる人はね、ほんとにいろんな人がいます。ここに出てから有名になって、なんか俳優とか女優になってとかモデルになってっていう人もいるし、なんかミュージシャンとか漫画家の人もいたし、あと自分でなんか社長をやってる、会社経営してるとか、大学生とかも多分いたし、もうめっちゃくちゃいろんな方がいたので、で、みんな実際に生活しながらこう話が進んでいくので、そういう仕事の場面もね、映し出されていたり、すっごくその人たちの生活のリアルが映し出されていたので、もう会話ももちろん、あとはデートする場面とか、なんか一緒に料理作る場面とか、すっごく喧嘩する揉めるシーンとか、そんなリアルな日本語が学べるのでおすすめです。2019年頃に放送していたシーズンなんですが、これは悲しいことが起こってしまって、そのシーズンは終了しました。なので、そのシーズンを見ることはお勧めはしません。ですが、日本語を勉強するという点では、テラスハウスはおすすめなので、ハワイのシーズンとか軽井沢のシーズンは私はおすすめなので見てみるといいんじゃないかなと思います。正直私が見たのも結構前なので、あんまり覚えていない部分もあるんですけど、日本語はね、たくさん学べるんじゃないかなと思います。ではですね、あと2つ。これは年齢に分けてね、ちょっと世代を分けて話したいんですけど、一つは愛の里というショーです。これは多分1週間とか2週間とかあんまり覚えてないんですけど、そのぐらいの期間、一緒の家に住んで生活して恋愛するっていうものなんですけど、えーこれはですね、年齢が多分35歳以上の方だけが参加できるショーでした。なので、今まで結婚したけど離婚した方とか、まだ恋愛をね、あまりしてこなかった方とか、結婚して別れて、結婚して別れてっていう離婚2回したとか、子供がいるっていう方もいるような恋愛ショーです。なので、高校生にね、このショーをお勧めはしないんですけど、自分が同じぐらいの世代、30代、40代、50代とかの方は、その年代の人が出ているショーなので、なんか高校生のリアリティショーを見ても別に何も思わない、面白くないっていうこともあるかもしれないんですけど、年齢に合わせて見るなら、この愛の里っていうものをお勧めします。で、私もこのシーズン1を見たことがあります。多分シーズン2もあるんですけど、まだシーズン2は見たことがなくて、で、私は友達が面白いって言っていて、で、ある時、その友達とみんなでお泊まりをしたことがあったんですね。エアビーを借りてみんなでバーベキューしたりみたいな、一緒に1日泊まった日があったんですけど、その時にある友達が、その愛の里っていうのが面白いよっていうのをね、言って、夜の10時ぐらいから朝の5時とか6時ぐらいまでね、その一晩で一睡もせずにシーズン1を見るっていう日がありました。ほんとに一晩、夜更かしというか、何て言うんだ、一睡もせずに、この愛の里というシリーズを見たことがあったんですけど、私はお勧めはできます。一番お勧めかと聞かれたらそうではないですけど、もしね、時間が今たくさんあって何か見てみたいという方はね、ぜひ見てみてください。面白いです。ではもう一つですね、最後にお勧めしたいのは、今日好きになりましたという恋愛リアリティショーです。で、これは現役の高校生たち、今高校生ですね、16歳から18歳の人が出ている恋愛リアリティショーです。で、私はこれは実は1回も見たことがないです。1回も見たことがないんですけど、多分日本の高校生にはめちゃめちゃ大人気でみんな見ているものなんじゃないかなと思います。これを聞いてくださっている方の中で、今まだ高校生だよとか、まだ20代前半だよっていう方は、今日好き
略して今日好きって言うんですけど、今日好きになりました、今日好きっていうドラマもね、面白いんじゃないかなと思います。これだけ日本のアベマというプラットフォームで見ることができます。アベマは多分海外からは見れないので、VPN つなぐとか、または日本にいる方はね、ぜひ見てみてください。今回は日本の恋愛リアリティショーについてお話ししてみました。ドラマを見ても映画を見てもアニメを見ても日本の生活とか日本語はね十分学べるんですけど、やっぱりそれは全部スクリプトに書かれていることなので、リアルなものを楽しみたいってなったら恋愛リアリティショーが私はめちゃめちゃおすすめなので、ぜひ一度見てみてください。でもちろんね、シーズンがいくつもあるものはこのシーズン面白いな、このシーズンあんまりだなっていうのもあるかもしれないんですけどね、恋愛リアリティショーが好きだけど日本のやつは見たことないっていう方はぜひ一度見てみてください。恋愛リアリティショーって言っても実際どのぐらいリアルなのか、どのぐらいスクリプトがあるかっていうのはね、正直わからないですけど、私が聞いている分には、見ている分には、日本人同士の自然な会話が学べる。だけど難しすぎないっていうのがいいところだなって思います。あとテラスハウスとかボーイフレンドはもう一緒に生活をしながら物語が進んでいくので、恋愛に絞ったものだけではなくて、普段生活しながら使うような日本語とか、めっちゃ日本語を勉強するのには役に立つしおすすめだと思います。私も全ての恋愛リアリティショーを見たわけではないので、皆さんが見たことあるおすすめのシリーズなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてもらえればなと思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこれからもこのポッドキャストを聞き続けたいから応援したいと思う方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこうやって続けることができているので、本当に感謝です。ありがとうございます。そしてこのエピソードが面白かった、この恋愛リアリティショーを見てみたいなって思うのがあったら、ぜひいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは。